というわけで本日は小池百合子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。光栄でございます。いや今日は緑のスカーフがバッチリとあり輝いてがとうございおりまますす。やっぱり百合子さんといえば緑、はい。これ生で見れて本当に、はい一応お花も緑に本当だ。しておきましたので、とても素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にお忙しい中ですけれども、本当にこの選挙戦の中で実績やっぱりね2期8年やってるっていうことで、他の候補者の方と違うのはその延長線上にこれ止めてはいけないということで、3.0 の公約があるところだと思うんですよ。なのでまずは公約につながる実績の方をお伺いしたいなと思いまして、やっぱり小池さんといえば子育て支援、女性活躍、このあたりかなり力入れてらっしゃったと思うんですけども、実績の中でご自身が一番 PR しておきたいところというか伝えておきたいところってありますか？そうですね、やはり今チルドレンファーストのさまざまなメニューがですね、大変子育て中の方々、そしてまたこれから結婚して子育てしたいわという方々には、励みになったり希望になってるかなと思います。街中に来ますと「ゆり子」って言われるのは大体若い人たちからそうなんです。呼び捨てなんですか？呼び捨てなんですよ。子供にまで、ちっちゃい子供に「あ、ゆり子だ」って言われて、じゃあそれぐらい愛されてるんですね。喜ばれてると思います。なるほど。018サポートは0歳から18歳まで、もう要はここのコンセプトはですね、切れ目がないっていうことですね。切れ目がないと年齢のですか？年齢の18歳、18歳今成人ですから、そこまでずっと社会、東京都がサポートしてますよというメッセージが毎月送られると、支援してますよと。それから出産の際のお祝いとかですね、これも5万円カタログから選ぶっていう、この方式を国が今横引きしてやっていると。ですからいろんな例をですね、東京都の方で作って、それが国の制度に広がっていくという、そういう流れがありますね。じゃあむしろその国に対してリードしていく。私もちろん国会議員だったので、そればっかりっていうかその部分やってたんですが、いつまでやっても拉致が開かない。拉致開かなかったですか？省庁がいっぱいありすぎて、みんな例えば内閣府子育て云々とかですね、厚労省でも男女共同なんとかとか、これそうか内閣府か重複しているエリアの部署が多いんですか？経産省が言ってみれば雇用の、雇用労働省か。とにかくみんな関係してる、税金だったら財務省というふうにね、でみんなが担当はしてるけれども、どこが主体なのかが明確じゃないわけですね。難しいんですね。というので89年に 1.57 ショックが起こってから、今に至るまで、ショックがずっと続いてたらもう当たり前になって、ぬるま湯でゆでガエルになってるっていう典型じゃないですかね。なるほど。でそこで私は今回018サポートを打ち出すとともに、その次のショックは所得の撤廃をしたんですね。例えば文京区など結構リッチな方が住んでおられるところなんですけれども、910万円ペアで、ですからカップルで、働いておられる方はクリアしてしまうとサポートの対象に一気にならなくなるんですね。所得制限ですね。所得制限で、その所得制限をいろんな分野でも、やはり子育て教育については今撤廃をしてきました。でこれはかなりいろんな方々に、ようやく私たちにも目を転じてくれたのね。もちろん低所得の方々にはこれまでもケアをしてまいりましたけれども、子どもと教育については、東京都ではお金がかからないという方針のもとでいきたいと思ってます。すごいですよね。保育も高校授業も無償化に向かっていくっていうね、達成してしまう。ずっとだからシームレスってことですよ。すごいですね。切れ目がないっていうことですね。ものすごい他県も嫉妬するほどの手厚さ。
そうですね、東京都としてできることをやっていこうということです。それから東京は合計特殊出生率が1を切って0.99になったという話なんですが、これ首都圏全体で見ますと、子どもが生まれてそして子育ての時に、中には近隣の県に移られる方、そしてまたコミュートね、通勤通学される方全体で見ていきますと、人口って言いましょうか、それについてはですねかなりのいい方向に行ってるんだろうと思ってますね。そうらしいですね。数字だけ見るとあれですけど、東京都分母で若い女性が非常に他県から入ってくるからこそ、数字になってて、出生数自体でいうと、かなりいい結果を出してるんですよね。でその分母と、短くもおっしゃったわけですけれども、やっぱ母を守るっていうのを力入れないといけないので、若い頃からのプレコンセプションケア、それから不妊治療、そしてまた最近は無痛分娩、にもですね、卵子凍結も調査っていう形で入れました。そして卵子凍結から今度は無痛分娩ということで、進めていこうと思ってます。無痛分娩は今ものすごく求められてますよね。都庁の女性職員に聞いても、いや無痛分娩にしてほしいと。そうですよね。最初のこの初産の時の痛さはもう二度と嫌だという職員結構いるんですよ。しかも世界的にはもうかなりね、そうですね、進んでるんですよね。アメリカとかフランスは7割、8割は無痛分娩ですね。シンガポールでも無痛分娩が主流らしいんですよね。問題は、お金がその分加算されて高いということと、普通の出産とか、国の方も出産費用も、保険で見ようというような、勉強を始めたようなんですけどね。保険対象にするかしないか。保険の話にするのか、もしくはそれを別の形で助成するのかとか、これから見ていきたいと思いますけれどもね。検討が始まってるんですね。で課題はですね、麻酔医数が足りない。だからどこの病院でも産婦人科できるというわけではない。この人材をっていうのは結構時間かかるんですかね。そうですね、麻酔っていう、特に産科も、何かがあった時の責任なども問われることも多いというので、人材が減ってるというのはありますけれどもね。ですから本当にシームレスは子どもの年齢だけでなくて、社会が中で総合的にサポートしていくという、そういう構えが必要なんだろうと思うね。そうか、給与とか年齢とか、そういうものの区切りをなくすのがシームレスということですね。そこら辺に関して無償化をやり、で、待機児童ゼロ、これに関してもかなり結果が出たっていうお話ですよね。そうですね。市区町村とも連携しながらやった結果、8500人当時一番最初の2016年の時点でいた待機児童が、今200何人か、ちょっと増えるのかなというので、だいたいもうマッチングはできるようになったということなんですね。ですから待機児童で、その子供をね預けるところがないので仕事に行けないわというママさんたちが減った。でその分今度は小1の壁になってまして、ホームページにも書いてました。小1の壁って何ですか？だから小学校に行く、際にですね、今度はその保育園に預ける時代と、時期と違って、子供小学校1年生の子がですね、お父さんお母さんが先に出勤した後自分が行かなくちゃいけないというような朝の問題と、それから放課後の問題と、居場所ですね、子供の。なるほど。でこの間もね八王子でちょっと見てきたんですけれども、地域の方々と連携しながら、校庭を早めに開けるというのをママさんたちが順番にやって、校庭を早めに開ける、そうすると子供が早めに学校に行ける、で遊んでる。確かに、それから放課後は放課後でお勉強するお部屋があったり、遊んだりする子がいたりして、学校が一つの子育ての
場になっていると。じゃあ時間を融それを通して地域の人たちがちゃんとそれをサポートしておられるっていうのは素晴らしい例だと思って、そこで何ができるかっていうのをしっかり考えたいと思います。もう本当に小池さん、その女性の子育て、女性だけじゃないですけども、男性の育休取得率、そのあたりも含めて、その子育てっていうところにやっぱりすごくそうですね、注視してますよね。はい、やっぱり多くの女性、自分の子供欲しいと思っていて、いついい人が来るのかな、現れるのかな、いつ結婚しようかなって言ってるうちに時間経って、そして子供出産にするには、もうツーレイトよと言われたりする人もたくさんいたりして、私自身も途中でですね、忙しすぎて仕事ばっかりやって、そして子宮筋腫という結構多くの方になるんですけれども、それで摘出してもうできないというのがはっきり分かったので、そこでもう、私の後の人たちは、そういう思いをしなくていいようにいろいろケアをしていきたいっていうのが一番大きなモチベーションですね。なるほど。で2番目はですね、これは結婚子育ては個人の自由ですが、社会全体として見て国力の計算式っていうのがあって、国力の計算式、で、誰も国力のために結婚しようとか出産しようとかそんなことは考えてないですけど、でもやはり全体として社会を、また国家として考えるにおいては国力は必要ですよね。確かに人口は一番重要な観点ですよね。人口、例えばいつもシンガポールの例も出させていただくんだけれども、人口が少ない、そして経済、だから人口と経済と国防、この力を合わせて、この日本の場合は人口が減りつつある、経済、この間 IMD で国力の競争力38位ってひどかったですよね。それから国防という点では今朝鮮半島や近隣の国がですね、いろんな動きをしているという課題がありますね。で人口が少ないとそれこそ国を守る人たちの数が減ってくることもありますよね。そうですね。でじゃあどうするかというと、そこに戦略プラス意思をかける。かけていく。だからリ・クアンユーさんだったらそこに戦略と、それから自分はやるんだという意思、それはボスコンに頼んだりマッキンゼーに頼めばすごい答えを返してくれるかもしれませんけど、戦略の部分でやっぱり国家として自分はこれをやるんだという意思、リーダーの意思ってことですか。そうですね。また国民の意思も必要です。リーダーだけじゃなくて。確かに。だから前半の A の部分と後の戦略プラス意思の B の部分と、シンガポールはまさに A の頭の人口が少ないけれども、で国防といってもマレーシアとの水紛争、ありますあります、輸入問題とか、いろいろありますけれども、それでもやはり戦略的に、例えば官僚を育てるのも小学校からでしょ。すごいです。徹底して選抜してコストかけていくっていう。でその水紛争っていうのがありますけれども、逆にそれを逆手にとって戦略的に、で世界の水ビジネスを取りに行ってるわけですね、シンガポールは。そうか、ニューウォーターとかいろいろやってますもんね。で何のことはない、そこに使われている部品は東レだったりして、そこにも日本がだから部品として使われているんだけれども、日本の場合はその川上から川下まで、自治体がやっている場合も多いわけですね。国とか、川によっても一級河川いろいろありますよね。そこから水道水をどうしてっていうのは自治体がやっていて、その儲けるって言われるにはなってないわけですね。なるほどなるほど、ビジネスとしては。でもいずれにしてはね、シンガポールは一番いい例ですね。さっき言ったね、IMD でシンガポール1位ですね。ちょうど出たばっかりでね。で、経済と政府の経済性、ビジネスの効率性、インフラの4部門で採点をすると。で、シンガポールが4位だったのが首位になった。上がったんですね。逆に日本は前回から3つ順位を下げ、これ悔しいです。過去最低の38位と。でもその意思の部分がね。
ポイントがはい人材、新興企業、イノベーションへの投資のインセンティブ、まあ税のお話もありますよね、はい、リスキルキャリアの柔軟性、これからまたリタイアする人たちをどうリスキルしていくかで生かす方法もありますよね。知事はあれですよね、チルドレンだけじゃなくて長寿の C の方も力を入れてますもんね。まあ、やっぱり社会全体を見てやっています。長寿だって日本は世界一ですよ。ここはすごいですよね。やっぱりもうこう医療とこう食事と、でも体型もシャープな方多いですしね。だからねやっぱり、戦略を練る際に何が強みで何が弱みかって、もう当たり前の話ですけどね、ここをまあそれこそ見直して、そして強い部分を生かして弱い部分をこうそれを逆手に取るとさっきの、シンガポールの水じゃないですけど、確かにだからそういう国家としての、設計図をね、これだけより高齢化が進み、そして第3号保険者とかね、専業主婦など、年金の話なども今どんどん変わってきてるわけですね。社会の形態もね。確かに変化してるんですね。だから昭和の時代からいかに令和の時代、さらには10年後20年後の社会はこうあるべしというような家の設計じゃないけど、子供部屋をどこに置いてどうしてこう、それがなかなかできてないそういうと思いますね。新しい時代に対応した国家デザイン、都市デザイン、これ大事になってくるわけですよね。もう不可欠だと思いますね。なるほど。そこにまずリーダーの意思があって、それが共有されて市民の意思になっていく。だから今回東京大改革 3.0 というのはこれまでもいろんな改革進めてきました。例えばこれまで都のその予算をつけていたところが、なんか既得権益になって、もうそれは終わった事業でしょっていうのもまた予算つけちゃったりするのを見直しをして、そこから毎年1000億ぐらいこう引っ張り出して、合計すれば8100億円になるんですが、それを新しい産業やまた子育てとかいろいろとこの財政を健全化させながら新しいところに当てていく配分をリバランスしていくんですね。リバランス、そうですね。これはでも結構丁寧にやっていかないといけないですよね。そうですね。なんですけれども5年で6000件ぐらいあるんですけど、そういう項目がそれをこうずっと1年ずつで見ていって、急にやるともうパニック混乱になりますので、むしろ順番にやって、そしてその中で何が必要で何を減らしていってっていうのをやっていく、皆さんの納得を得ながらね。全体的に今こっちに配分していった方がいいなっていうジャンルとかそういう産業とかもあるんですか？そうですね、今スタートアップをやっぱり育てていきたいというのが一つと、知事が力入れてる、寿司テックっていうのをやりまして、イベントですよね。イベントだけれども、それはインベスターとかアクセラレーターとスタートアップ400数十社来ました。すごい規模ですね。だからシンガポールのも行ったことあるんですけれども、フィンテックとかメディカル、それからエネルギーなどなどいろんな分野の方々が430社かな、来てもらって、でこれが寿司なんですけども、キーホルダー代わりのパンフレットになってまして、QR コードがついていて、でこれはコンセプトがギュッと詰まっているのは、サステナブルっていう SUS と、それからハイテックの HI と握ると寿司、おしゃれですね。サステナブルハイテックで寿司ですか？ヒラリー・クリントンさんとたまたまお食事のテーブルが今年だったかな、去年の暮れかな、一緒でこの話して、これお土産どうぞって言ってものけぞって喜んでましたね。つまりただ寿司っていうんじゃなくてコンセプトが入ってる。確かに特別なものに見える。というので今アジアで、最大級のイベント、単なるイベントでお祭りやってるわけじゃない。確かにそうですね、なんかワイワイやってるんじゃなくて、かなりそこにも戦略とビジョンがある。東京に行ったらなんか面白そうだぞっていうのがあって、仕事になったよと、いろんなインベスターついてくれたよって言って、日本初のユニコーンまで育ってくれれば
いいなとこれ思ってるんです、ね、は期待されてますね。やっぱり元気なユニコーン企業が出てくるっていうのは。ただ東京の企業だけじゃなくて、アジアの企業も来ますし、とてもにぎわって、やっぱり東京面白いぞっていうのじゃないと来ないですよね。確かに、でもかなり今東京注目されてますしね。都市っていうのは、やはりマグロだと思うんですね。都市はマグロちょっと聞きたいですね。インバウンドの方々の東京都で消費をした金額っていうのは2兆7000億だったかな。2兆ですか。小池エージェンシーが受けたまわっております。さすがですね。電通いらず。世界に遅れを取っちゃいけないんですよ、この東京は。いや本当そうですね、この国の女性リーダーっていうのはいつ生まれるんですかね。そうですね、プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。